ダイヤのターゲットはされてますけど。いやー、まああの構成の鍵ですからね。米安男の。いや、でも、ルシアンはいたけど、あ、ナミ取り上げた。カリスタと農地で潰すってなるけど、カリスタも消されてるから無理だ。エズカルマっていうのもあるんですけど、レベル1、レベル2で絶対勝たなきゃいけないんでリスク高いんですよね、ルシアン並みにエズカルマっても。で、ジャングラー来て崩壊するんでしょ？そうですよ。ボット、そのタイミングで絶対勝たなきゃいけないんで、トップサイド側のジャングル捨てて、ジャングラーがボットに来たらそれで積むっていう。これでもなんかルシアンキャップスがやりそう。まあ、それいけないこともないですからね。エクセルはミキ X がいます、サポートに。あ、でもゼリー空いてる。あ、本当だ。あ、本当だ、ミキ X がいる。ゼリー取らないんだ。ゼリー並みはちょっとってことですかね。ゼリの Q でナミの E が3回発動するとかない？それはさすがにないと思います。一発目だけじゃないですか。さすがにない。ダダダダダンっつってただそれ強すぎますよ。バーストでおかしいことになる。夢みたいじゃん。XL は今回結構いい。ルックドックは良くなってる。エクセル、春のやっぱりミキ X が馴染んでからは結構いいですけど、夏はどうなんだろう。ほら、タリックバンされるぐらいやっぱ、ほら、OP なんだって。見てくださいよ。いや、マジで適切にアルティメット使えれば最強ですからね、あのウルト。別並み、アフェ並み、ダヤ並み。いや、ADC 困っとるやん。コグマ腕よくねいっそ。まあ、一番、なんだろう、波の E をロングレンジで当てられるヘズリアルにしましたね。これ、ソラカでよくない？はい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 。ボットで使うんだ、ルシアン。ソラカ、ソラカ。ソラカですよ。え、そんなにシナジーないけど。一応 E とダブルで2回。あとルシアンの AA に対してなんかルルの妖精が反応するから。確かに。もうルルのエースを上げるっていうのは後回しなんですね。ルルのエースを上げる？ルルはエース上げる性能持ってるじゃないですか。あ、持ってる持ってる。ルシアンただそんなエース依存度高くないんで。いやもうあれです。エアリーがだからパッシブで2回オートアタックで2回飛ぶから。ルルの妖精飛ばして痛えだろへへへっつって。ルルまで電撃にしたら面白いけど。まあエアリーだろうな。ルルがくっつけた妖精さんが3回殴ったら電撃発動するとかだったらおもろいんだけどな。あれ、ルルの攻撃スキル判定じゃなくなるんだよね、確か。だけど、ナミはナミの攻撃判定なんですよ。謎だよね。マジで謎です。ナミ電撃なのに、エズリアルはファーストストライクなんだ。
だからあれですよ、ウーコンに E つけてアルティメットで3回入れてもらうの。ズズズンボン確かにバーストやばそう。GP にグエン後出し。やっぱアーマー上がったことで結構いけるっぽいんだよね、このマッチアップ。確かインパクトも後出しグエンしてたんだよね、12.11。やっぱり、ビンやゼウスが見せた Q スタートが、このデュアラビリティアップデートのおかげで、でも E スタートだ。Q か、Q スタートか。9だね、溜まってったから。溜まってましたね。からやりやすいってことなのかな。あ、でも9ちゃんと当てた。GP の体力削って、これレベルに先行しなきゃいけないんだよね。このマッチアップ。でして、E9 当てなきゃいけないんだよ。体力減りすぎてて、それどころじゃねえ。フィンさん、多分あれうおーやばやっぱ、波の電撃波のバースト、おかしいですよ。これ体力いくつ減った 300減ってません ?300 減ってる。レベル2で300減らす。はい。これがね、これがナミーズリアルなんです。いや。もうなんかルシアンナミが強いんじゃなくて、ナミのパワーがあるだけなんじゃねえか。その通りですね。これプレスアタックだったらいけたんじゃないですか。フラッシュを取れてましたね。イグナイト込みでキルラインだね。やっぱだからやる気ないナミはダメなんです。そうっすよ。で、これでルシアンが6になった瞬間になんかデッドして、やっぱやる気ないナミじゃないとダメなんだよって。その可能性は高いですね。これ、おお取った。よく取ったな。ヤンコスこれクルーグに入りに行くんじゃないかな。しかもこれフィン、ミスってませんレーニング。ミスってる。やっぱレベル1の時に Q1 回しか振ってなかったんですよね。それでダメージ与えられなくて。ウーコン強っ。勝つの ?1 レベル差ある。あ、プレスアタックじゃないから弱いんだ。なるほど。プレデターだもん、ヤンコス。So far in the LEC, they've had the best early game of any team that we've seen, not only in terms of their laning, but in terms of their execution, and the stats back that up. You can see that in terms of their deaths at 14, they are very low. Or, well, I say middling. Lower deaths is better. LCS サマー見ると、エクセルすごいですね。2試合の平均。グローバルゴールド差14分で2700ゴールド。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いですね。キル14で 5.5? Roll coming in. Mickey's going to be stunned up. There's the exhaust. Mickey will flash and gets himself out. Patrick, of course, does just have the dash. And going for the Nami there when you know Patrick can arcane shift away makes the most sense. So, Yankos, at the very least, able to force out the summon spells from Mickey. Will be a small advantage gained as TP start to be committed. Caps, of course, not running the TP. Will run. わかんない、案外。まだ下位チームとしか当たってない説あるから。まあ、それは確かに。これ実はボットのドラゴン取りに行く流れに見えるんですけど。ボットリコール先行。これでルルト・ボリベアがミッドの視界を抑えたらめちゃくちゃドラゴン触りやすいですけど。
any team でもミッ outside ド of の Excel ありが here ちょっ at the と LEC. So, and I think that that's really あで important も to have that level of diversity. I don't just want to see a full league relying on scaling and team fighting to win your games. Excel have been really good at taking an early lead and actually 触りそうだ into ね something more substantial as the game goes on. You just have to look at that game against Fnatic yesterday. Although あ、でも there ト were moments where it was ト close, ップ Excel サイド really 側 took that game by the scruff of the neck and out of Fnatic's hands. Marku enough towards the top side here. Both the supports have reset and come 探してる towards プレデ helping ター their で junglers or their mid laner. ウーコンいたっ Case つ of Mickey. And for the moment, Yanko's still with that level advantage, but Finn これ、ウーコン完全に得しましたね。グロンプ枯れてるし。 So Marku will Good probably on it. shadow him to make sure he's not died. Broken Blade does have the 6 here. Cannon barrage going down. Finn doesn't have flash to get away, and he's just gonna get stunned up. あー、惜しい。 Greedy あ from him. ありチャームで止められた。 Yanko's will take the kill. Meanwhile, in the mid lane, Caps Caps trying to right. take it to Nuke. Caps has one more spirit rush here. Nuke これ continues to trade in. Spirit rush away. Flash for flash could be burnt. Wild cards about to come off cooldown, but Nuke instead says, "Well, I don't know where Targamas is." There's Oh. the charm. Caps no mana. フラッシュ now, 落ちる though. ね No corrupting potion either for him to get more mana あ out. まだねパーマガスの追い型がいいな。 Oh. うわー。 G2 doing a good job of punishing Excel's early aggression. The reality here was that Finn did not have level 6. He must have been so close to securing it. But if he had, that fight could have swung heavily in the favor of Kawaiso. Excel. G2 taking advantage of this very いや narrow ーてか window トップガンクなんでしたん in や order to get that first blood. それがわかんないですよね。あー XL はなんでや Interrupting Nukeduck's ultimate as he tried to collapse in the top lane. Everything going right for G2 in this early game. トップサイドに2人いるの分かってたじゃんそうなんですよね。 2/3 of its time, so he does have another opportunity to use it. But if you can shut down the ability of that Twisted Fate to roam around early, it can do a lot of work. Patrick looking with the damage here onto Flacket. Flacket already 6 though. Level advantages across the board for G2 means they are just なおさら opponents. 無理せずボット捕まえに行くでもよかったですけど、まあクレンズ持ってるからやりづらいのはわかりますけど。いやドラゴン取りに行けばよかったねうん。 G2 gonna go quick back. You have to keep your eyes on Targamas. Look, he's already making his way up towards the Herald, and it looks like Flacked. Okay, for now he's not doing the same thing, but Yankos, he has full information as to what's going on again. Level advantages here. Broken Blade level 7, no ultimate just yet. もうあるし、そもそもミッドの視界、トップサイドの視界負けてる状況でトップサイドかけたらまあああなるよね。なりますね。キャプスが止めに行けたわけですからね、TF を。うん。Targamas also helping push out this wave. But G2, they reclaim control. I was surprised that XL actually went for that, and there's level 6 now for Targamas. So as you already mentioned, G2, the level advantages Oh, no. across the board. 試合タイマーが0分になった。あ、ぶっ壊れてる。タイマーが、時計が。タイマーリセットかかった。We will get that rectified as soon as possible. G2 do have 2 kills to 0 right now. They should have a slight goal. おかしいな。試合時間14秒なのに、なんかチャンピオンのレベルがめちゃくちゃ高いんですけど。あ、踊った踊った。Targamas has been roaming around the map so much. He's about 20 CS up right now, and this will be his second play if he can take it. 400 gold at the deficit there, 200 in the mid lane. Top lane has to be looked at as well with a slight lead for Broken Blade. Of course, Gangplank makes money passively from just farming minions, as does Twisted Fate, so that balance is one we always have to look at. まあ、エクセルとしてはドラゴン取れるんだったら楽ですけど。まあ取らないと。まあそうっすね。So 10 minutes in, G2 definitely have the kill lead and the early gold lead. Props to them. In terms of scaling, we did hear Upset talking about it earlier. Both compositions relatively close. 15分まででほら2500ゴールドの有利なんていうものはやっぱり幻影だったんですよ。相手が悪かった。いや、むしろ2試合分は相手が良かったのか。そうそう。Options, I feel, and I think the biggest deciding factors are going to be things like this Gangplank ultimate. How much damage can Patrick land? When will Nukeduck get his rapid fire cannon to be able to set up for those stuns? Can Caps find a flank? Will Finn actually be able to
get on top of Flackhead, who's going to be kiting and has the utility of the Lulu as well. There are all these different variables that can come into play when it comes to ヤンコ these ス team fights. ヤンコスが舐め腐ってんなマジで。 It's largely gonna come down すげえ動きしとるな。 to the defense and わざわざ映る必要ねえのに。 a large part of how they were able to win last split was their お impressive 前 team fight. リコールしたいんか。リコールすんのかっつって Get later into the game. 入れんぞっ Yankos つって。 around mid for now. Nuke Duck, no flash. No one really to follow up on this though. Yankos maybe just looking for some damage himself. ほらミッドにあんだけ長い時間映ってるから。もうこれリコールタイミング削るためだけの動きだ。いやー、ムークダック、帰って、ミシック買いたいのに。買いさせてもらえない。あーおちょくって続けてたなぁ、実。うわ今倒した後も仁王立ちで何も入力してなかったもん。いやこれが G2 の新しいリーダーになったヤンコスの精神攻撃なんだな。いやー、メンタルアタック効いてましたね。めっちゃ効いてたよ。これね G2 しかできないリフトヘラルドの駆け引きですよ。うん。だって G2 にこんなんやられたらさイラってするもん。する。この後のヤンコス見ててよ。仁王立ちするからこの後。何もスキル打たない。味方がチャーム当てたから慌てて。さっさとヘラルド出せよ。After the initial execution, 3k gold lead. And I talked about how G2 not well known for their early game. Well, they are silencing me this one. 戦闘状態だからヘラルド出せなかった。あ、はい。にしても後ろに下がればいいじゃん。そうあの距離で仁王立ちする必要はないですからね。They did not get much of a break following MSI. We heard from Broken Blade yesterday on PGL. They haven't had a lot of time to scrim. And my expectations were they would have a slow start to the season. Sure, I still expected them to be good, but I didn't expect them to have this dominant of a performance. あ、しかもミシック変えてない TF。あー、ブーツ優先したから。They're looking to go 3-0 on Super Week of Summer. But XL, of course, not quite out of this game just yet, but a commanding early game coming out from G2. Off the back of Caps and his early game dominance in the 1v1. And this is where we get to see whether this evolution of the XL roster can play from behind as well. Obviously, in scrims that have been in this sort of situation in the past, we don't know exactly how those scrims have been going for them, but so far, here in the LEC at least, いや、こうなったら TF どこに飛ぶ？いや、飛ぶ場所ないでしょ。もうカバーに飛ぶだけでしょ。前提は難しい。ブロークンブレードがミスって W 使ってくれれば。ああ。美しい事実。なんか G2 優勝しそうだな。でもマットも良かったですからね。あ、そうね。マット対 G2 がなんか頂上っぽいそうな感はある。あとフナティックもいます。あ、そうだ、フナティックの試合見てないわ。フナティックボットが良かったのに、プレイオフでボットが壊れちゃったからね。まあ。G2 have invested the Ari ultimate and the Gangplank ultimate. He's going to look to reset now. Actually, looks like he's just going to make his way down. Caps is keeping the mid wave pushed in, making it harder for Nuke Duck to join the fray, but he does have his ultimate. But as expected, G2 not going to overcommit with that. G2 MSI ね。The Twisted Fate ultimate comes in for a potential collapse. 隠したと思い込んだチームを舐めて、負けて調子を崩すっていうクラシック G2 でしたよ。なんであれは言わせてもらうけど G2 はあれで調子を上げる予定だったんいや、もう完全に崩しましたからね。
into this G2 line. あれがこう G2 の調子上げる秘訣だったんだけど。 He gets out of the stun card. Yes, you can Everfrost route to try and follow up, but he has that cleanse ability. And then Lucian down towards the bottom side has NA のとの試合残ってるからどうせそこで勝てるしみたいな。そうそうそう。 Who are you trying to find? The first Destiny didn't work because Caps interrupted it. The second one, he gets 道具はね、壊れたっていうか、なんかサポが良くなかったっすね。 Well, I think that the biggest thing about this matchup is Ari can struggle to get ただただラーセンがかわいそうだった。 she has to invest a lot of ラーセンとマルラン。 early on, especially in order to actually contest マルランかわいそうだったな。 until she gets a couple levels under it. Really doesn't have the best pushing power. But against a Twisted Fate, this is one of the few champions, especially after one of the nerfs that happened to him quite a while back, can actually get that prio. And Caps has done a great job of just pushing. And every time Nukeduck tries to move, Caps makes it as difficult as possible. And the second he tries to, Caps is like, "Hi, I'm here. You want to try that? Okay, I'll interrupt you. I'll charm you." So it was a big confidence pick for Nukeduck to lock this one in and believe that he could actually look for these roams. And Caps has basically said, "No, I'm not allowing you to do that." And it's given G2 so much more control of this early game. They're extending their gold lead now to ストップウォッチ持ってるから TF がキャッチ狙ってるけど。 They've already taken 2 outer towers down. They're looking for their third. なんかもうタワゴムスが全然怖がってないですね。 The only difficulty for G2 is these drakes that XL have been able to put under their belts. Hex Soul is on the menu for XL if they can find it, but they are going to be probably about 4,000 gold in the whole 3 minutes from now when that third Drake does come up. Rift Herald now used in the top lane. Look at the mid lane. お、ボットのウェーブ Just because you 捨て can る see ん that だ。 Caps is doing this every single time. He's keeping ファ this イト狙おう constant かな。 pressure up so that he can either move up to join his team, but also give control over this TP のウルトで to クリア the かな。 rest of his team. It just makes the G2 top side that much あ、 safer, そうだ and ね it。forces まあもしくは XL テレポート to deal 使 with ってもいい multiple けど、 points of G2 pressure. がもう。 G2 working very well around these 2 lanes, and so far in this early to mid transition, have very good control. Caps was in the shop there for a second. Cyclones away, Charm goes in as well. Good Everfrost, Orbital Deception, and the Spirit Rush used. Caps will escape without burning a summoner. 惜しい狙いだった。 His ultimate. Marku might look for 当たるん Yankos. だ、それ。 Of course has the Stormbringer and can just run away from the lack of CC that う XL ん。いや、こ demonstrated. れ XL うまくやったんじゃない？タワー取られたけど。 So farm will be lost, a small win for XL, and we'll give them a bit of tempo on the map to potentially threaten this mid tower, but without many members, unlikely to secure it. まあでもサイドのセカンドタワーやっぱり痛い Dropped, but G2 they're not going to be too upset けど about that. な。 I mean, Caps is 200 CS 18 minutes in. I'm pretty sure he's farming well enough for the moment. And look at this, Void Staff second as well. You can see the triple Merc treads picked up on the side of XL. Pretty common. いや、ボット3ウェーブロストだからね、G2。いるはず。なんか集団戦やれなかったから、タワー取ったけど、マイナスだと思うけどね。あ、でも TF のなんか経験値レベル低かったわ。これでアーリに対してなんか1レベル勝ってたらなんか、おー、いいじゃんみたいな。アーリちゃんとミッドのウェーブソロで吸ってましたからね。 So far in summer, he has had some very strong performances. Just think about yesterday on the そう、さっきからこのローテーションずっとやってますね。GP がずっと寄ってますね、味方に。うん。アーリが単体でミッドを抑えて、視界タワーの折り合いってしなくていいんだけど、今のメソって。タワーの折り合いわざとしてないこれ。してますよね。あれか、TF がいるからだいぶされるっていう判断かな。ああ、なるほど。ストップウォッチ持ってて。普通これ GP がさ、守るじゃん。守ります、守ります。これはだからやっぱトップのカバーが遅れる分だけこうなっちゃいますよね。あとは敵のジャングルに入っていくことにリスクを感じていて、そこをバックアップしたいのか。もしくはもうインナータワーもう集まってファイトして取ろうぜ。まあ戦えば実勝ちますからね。でもなんかせっかく GP ってスケールあるからちょっともったいない気もするけどね。ここでフィントのレベルとはついてないですからね。そうそうそう。さっきまでついてたんだけど、1レベル差。Flacker takes a bit of chunk as Finn and Markuna still in the pit. The cannon barrage dodged safely there by XL. Nukeduck looking at the stun card. Wow. Stormbringer in, jumps out, dies. Finn will fall as well, and now Patrick has to get away from Flacker, just survives.
わあ惜しい。いい狙いだった。Beautiful fight from G2. They dodge all of the Israel poke, and Jankos does what he does best. エクセルもかなり我慢したんだけどな。Look at the patience here from G2. They know they don't have GP 邪魔だった。and the gangplank ultimately seems to separate XL. Look how the three members on the right hand side are forced to disengage while two ちょっとあとフィンがルシアンの AA 何回かいらんのもらいすぎちゃって体力減っちゃったのよくない。Then comes in afterwards to pick apart the weak members. Marcoon overcommits over the wall to get that kill, but it leaves the rest of XL out to dry. And G2, they play patiently, they play it well. いやでも本当に GP のウルト邪魔だったな。あれなきゃね、やっぱ反転だったんだろうね。パトリックが範囲から逃げるためにいい使わされちゃいましたからね。スーパーチームバイタリティ。バイタリティってスーパーチームなの？まあメンバーだけは良かったです。レボル君出てる出てる。いや実際結果出てなかったんで春。めちゃくちゃボロボロだったんで。ただどうなんだろう。おエズ。おお。トップウォッチはあ、もうさっき使ったか。これグエンがボットプッシュしてたからめっちゃプラス。あやばいの食らったやっちゃったー。いやこれこの試合フィンがなんかもうちょっとこのマッチアップ習熟してたら勝ってるな。もったいねー。ちょっとトイレ行こう。はい。いやまあしょうがないですかね。まあセルフ違うわ。ブロックブレードがうまいからね。間違いないけど。ここの相手の仕掛けに対して非常にうまく回答したな。And then you think, oh, sunshine and rainbows for XL. Maybe they can even threaten a Baron here and get another favorable fight. But in the bot side of the map. 捕まえるスキルを持ってるボリビアとアリ2人のうち、片方の柔らかい側のアリがすぐさま倒されちゃったんで、実ここで捕まえてテンポアップしたかったんだけど、封じられちゃいましたね。エクセル側の対応が良かった。Try and put the stun cuts out from range. You can see the damage already coming from Broken Blade as well. Collector, Triforce, and the Mortal Reminder complete. True Shot Barrage. Nice side step. Just clipped the heels of Targamas as Jankos could look for something. Brings down the lightning. Finn recalling down. Finn が面白いポジション。さすがにアーリーに対して行くのか。Finn, I don't really think he can do anything here as long as Caps has ultimate Everfrost and he's literally just going to watch him walk away. But they know exactly when he walked away, Betty. True, but Finn's going to walk. いや、バロンか。時間的にはただドラゴンまであと1分なんで。ウルト2つ使わされた。Ultimate comes out from Patrick. The build is now complete on him as well. If he's given time to poke, be pretty deadly. Can stop the engage. グエンが集団戦で暴れるっていうのが一切できてない。今のボットのところもちょっともったいない駆け引きになっちゃったな。13レベルなの。さっきボットで 1v1 負けたのがどでかかった。G2 どこで経験値これ活性？アングルか？ああ。
XL, they can't get any cross map because look at how deep this play is. Look at how much vision control G2 actually have around that bot side of the map. All of these deep wards invested. 結局やっぱり、その、実側がジャングル内にプレッシャーかけていくときに対応するために、エクセル側がそのサイドのウェーブ、ロストせざるを得ないって形になってるんじゃないですかね。なるほど。もしくはキル足ちゃんと発生させてるから。ああ、はいはい。それは確かに。いくつだ I mean, the good news for XL is they're able to get a bit of vision down towards the ban. They can reset, replenish their vision. You can see 3 items finish a nuke duck means that his long range stuns are now an option. わざわざ表にしたんだよ。今ね、14レベルでしょ、大体。そうですね。790経験値だ。なんで、キャノンウェーブ2ウェーブ分より経験値が 1キル1足が。はい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 。でかいな。でかいでかい。ワンウェーブ、キャノンウェーブの経験値が363。キャノンがいないウェーブが270経験値。で、チャンピオンキル足はチャンピオンのレベルで経験値変わる。あと1個めっちゃ頑張った。あれ、エズナミ強い？いや、これでもまあやっぱその、エズの Q にも波の E は乗るんで、このビルドでやっぱ当てられるとめちゃくちゃでかいですよね。ただ、マー君がちょっとポジションつけてなかったのが反転できなかった大きな要因だった。このゴールド差で耐えてるのがすごいな。でも多分どっかでエズが狙われて終わるんだよね。めっちゃ無理してる。さっきのアーリとの 1v1 負けたら俺は終わりですね、エクセルは。トリックって、いや、うまい AD キャリーですよ。あ、そうなんだ。はい。国際大会はまだ一度も出てないですけど。あ、でもやっぱ世界に名も売るって世界大会出なきゃダメなんだな。そうっすね。やっぱ覚えるのって世界大会に出た選手なんだよね。強烈な個性があるか。やっぱいいんだ。そんなにこう大きなミスをせず安定してダメージを出してくれる。あ、なんかテリーっぽい。そうっすね。これエズ赤月かな。ラバナス？ああ、ラバナスも確かに。あ、そうか。ラバナス買わないとプッシュ主導権取れないな。そうなんですよね。どっちにも行けるように実組み立ててるけど、ワードちゃんと消した。ああ、ブリンク使ったな。クレンズ遅れたフラッグだ。カップス偉い。うわ。うわ、避けた。うわ、やめてー。
今のはでもエクセルちょっとわからなかったな。 Cap still has the flash. Patrick has cleanse, no flash for himself. Flash away by Mickey as Caps looked for his former support, couldn't find him. ウーコンの入り方がちょっと違えば。ウーコン入らせるためにパトリックが敵の目の前でブリンク使ったんですけどね。コミュニケーションエラーかな。ラプターの中で待ってたら違った気がするんですけど。うわー、絶望のスティールだ。こんなん絶望でしょ。いや、ガクッときますね、今のは間違いなく。ヤンコス、そう、パフォーマンス上がってんだよね。ファンの中からはおっちゃんって呼ばれてんすよ、ヤンコスが。今 LEC で一番年齢が上だったかな。そうそうそう。0-6, only 2 items completed. Now has grabbed the stopwatch. Meanwhile, Broken Blade working on his 5th item, 5-0 and 4. で、自分でわざと年取るアプリで写真撮ってツイッターで上げるんだよ。これが本当のおじちゃんだーっつって。俺が何年後の姿。G2, they need to kill Patrick if they want to be able to close this one out. And on the other side, でかいおじちゃんって言われてるからね。確か身長めっちゃでかいんだよね。見たMSI のヤンコスの分。あ、見てないです。上がってるんだ。あ、上がってる上がってる。それで喋ってたよ。日本のには上がってなくてね、ロルイスポーツに上がってた。見事。暮らしのないところ。まあでもなんか 1-0 とそんなに変わらん。そうですね。だいぶがちょっとやりやすくなって、ゼリーが出てきてるぐらい。あ、でもビエゴが全然使われてないです、LEC は。ああ。それは LEC の特徴なのか、11なのか。でも11でビエゴっていじられてましたっけ？いじられてない。ですよね。G2 have dealt some serious damage. This will make ending the game much easier now that the inhibitors have been taken down. XL, they're making the call. Can they get this pick onto Yankos? 倒せるか。倒せたらバロン。うまい。どうしようもないボリビア。もてあそばれた。まあ、しょうがないね。ここまでエクセルがヤンコさんもてあそんだからね。当然の報いでしたね。出てる出てる。いやいやいや。いや、仕事するなー、キャップスマジで。この試合もさ、キャップスとヤンコスいなかったら勝ってるよ。いやー、やばいなー。いやー、ブロークンブレードマジでいいチーム入ったなー。
やりやすいだろうな。やりやすいでしょうね。We know G2 are resetting. It's well played by them. But that cannon barrage just stopped any chance of this working. Yeah, I mean, also Finn tagging up the baron. Look how much damage he takes. GP のウルトでリセットさせられて。 Patrick mainly focusing on poke rather than dealing damage. The moment he invests his heat forward and that fog of war to chunk him out. コントロールワード分かってなかったからブリンクバレてるっていうの予測できなかったんだ。 It seems like whatever you try and do, G2 are still there to match you on the bounce back. 20 kills to 4. Game has been closer than the scoreline suggests, but for the last 10-15 minutes or so, G2 have very much been in the driver's seat in the あれこれじゃあ G2 上位チームと戦ってもうスタートダッシュ切ったってこと？あとマットだけ？そうですね、マットとフナティックか。ああ、ほな。A good game across the board from G2. Really, no egregious errors that I can think of. Having a 20 kills to 4 scoreline, you would expect the game to be アクションパラパラよ。 I would say. But again, we talked a lot about the life difficult for G2. The concern around the siege. ああ、もう勝っちゃったG2 っつって。 Now that they're able to just chip away at Patrick's health bar, they are not concerned in the slightest. G2 making their way to end the Super Week on a 3-0. ショーメーカーのゴールドカードの話、インタビュー見た？ああ、見ました見ました。あれ、面白かったね。面白かったですね。もう実際やってたしな、でも。ほんと。やばっ。痛すぎ。